初は主人が大将として板場に立ってまして、そのサポートで若女将で私は働いていたんですけれども、主人が病気で早死にしまして、でお店の継続をどうしていくかというところで、自分自身がしばらくお店を休業して修行に出させていただいて、板前になってカウンターに立たせていただいてます。最高に嬉しかったですよ。普通ですと旦那が亡くなったんやから子供連れて帰りますって言われても何にも言えないんですけども、でも私と一緒にこの後を継ぎますって言ってくれて最高ですよ。ねえ、本当に私の命です、あの子は。本当に急に始まるんです。そうなんだって。これ4種類で、サバと紅鮭と、エビとあとタイ。もうそんなちょっとしかない。店内でも頼まれたらすぐに作るんですけど、基本的には小松空港と小松駅のお土産屋さんと、あと道の駅、あと4門ですかね、はい、出させてもらってます。お願いします。これ1日どれぐらい作るんですか1日その日によって違って、今日イベントがあったりとすると本当なんか100単位とか。昔はね、お旅祭りに500で出ましたですよ。電気つけますか？こんな早くから準備されるんですね。そうですね、朝はだいたい8時過ぎぐらいから関所寿司の仕込みをして、配達が終わってから今度お店の、仕込みをいつもしてます。声が映ってなんか。9時半ぐらいに終わるんです、この作業が。でそのくらいから配達でちょっとした作業をして、で魚が揃ってから仕込みを始めるみたいな流れでやってますが、今日はだいぶ巻いてます。すみません。なんかお待たせしました。どうも行ってきます。アロエですね。さつまいもとアロエ使って抹茶の白あえで抹茶あえみたいな感じでちょっと出してるんです。市場でアロエ見かけて、なんか使ってみようと思って。
んじゃないって言われるけど、コシヒカリ使ってやってます。甘い方が好きなんですよ。だから秋やったらフルーツの柿とか使ってやる白あえのが好きなんで。包丁とかって毎日研ぐもんなんですか？暇の時は毎日研ぐようにしてます。うるいっていう基本新潟で採れる山菜みたいな感じのやつなんですけど、これおひたしにして出してますね。大体いつも自分行くのは魚屋さんと八百屋さんみたいな感じで行ってるんですけど、今旬の食材とか話したりとかして、その月ごとにメニュー決めたりとかしてますね。今24ですね。今年25の年になりますね。お店に入るきっかけとかって？もともと自分の母と知り合いで、それで物心ついた時からずっと板前になるって言ってたんで、もう3歳ぐらいからですかね。3歳か4歳かそれぐらいからずっと夢は変わらず、働き出したのは19からですね。専門学校行ってたんですけど、大阪の辻調理師専門学校ってとこ行ってたんですけど、そこで1年間だけ勉強させてもらって、そこからその流れで大阪で56年いましたね。はい、祖父も祖父で居酒屋やってて、父も父で料理人やってるんで。もう仕入れるもんって当日見て決めるって感じですか？一応もう欲しいものは先に発注かけといて、でその後にちょっと旬のものがあったらそれを見て購入するみたいな感じでやってます。ボロさんの方がいいよ。頭取るだけにするの。で、頭取るよ。はい、お願いします。出ます。すいません。出ます。まあ時期の前ね、やっぱり夏場のやっぱり一品、地元のやっぱりね、おひたしなり、そしてミニササ、ミニササいいね、やっぱり季節的にね、この2点で、はい、ありがとうございます。はい、よろしくです。翌日分ですね。
学校でも合わせましたね。合わせましたけど、やっぱりもともとこの米八で教えてもらったやり方と学校とちょっと違ったりとか、いろんなやり方があるので、それをこういろいろこう自分なりに考えながら今はやってる感じですかね。いつの間にか着替えられたんですよ。あ、気がしちゃいました。素早く。そうなんです。今からは魚とかさばくんで。これはなんていう魚ですか？これサゴシ、ここら辺ではサゴシって言うんですけど、サワラですね。柳沢ラですね。今日朝取れたらしくって身が締まってるんで、1日2日ちょっと寝かして。こちらは小肌ですけどちょっと大きいですね。白。これはアジですね。これヤリイカですね。それからだんだん赤いカですね。これバイ貝ですね。これは今日は握りに作り、お作りに使う時は殻壊さないで殻からきれいに外して使ったりするんですけど、お寿司使う時は殻こうさっきみたいに叩いた方が早いんで。ありがとうございます。どうも。はい、
今日3点が全部売れたし、ちょっと持ってきてって言われたし、また戻って。はい。一番これが美味しいです。一番。はい、熱いですよ。めちゃくちゃ熱いです。これ豆腐ですね。絹ごし豆腐一回湯がいて、ちょっと臭みとか全部抜いて、でお蒸しして水も抜いて、で今から白あえにしようかな。みんなそう言って。多分僕しかやってないです。なるべく全て手作りでするように心がけてます、ね。アロエとさつまいもの抹茶あえですかね。甘いけどさっぱりしてる。塩つけて、でその後酢にして肌締めてます。これはサクラマスですね。ネタとしてマス系、酒系、マス系を置くことはあまりないんですけど、本当にこの時期お客様も喜んで食べてくださいますし。ネギ切るときにここが緑くなったらダメなんですよね。強く押して切っちゃってることやから緑くなったらダメなんですよ。ネギの繊維壊してるって言われたんで。これ小豆梅貝って言って黒い部分とこの部分に臭みとぬめりがあるんで、これを今から1個ずつこんな感じできれいにしていきます。上が綺麗にした方。上がきれいにした方です。こっちが今からするやつです。全然違いますね。そうなんです。こうなった思って。お母さん美しいから大丈夫。これも酢ですか？あ、そうですね、酢です。はい、生地。出ました。すみません。
うち創業87年なんですけど、初代にあたる私たちの祖父にあたるおじいさんがこの作りにしたい加賀宝生流の能舞台でお客様をお出迎えしたいって言って、本当に総ヒノキで当時としてもすごくこうお大工さんが手をかけて作ったカウンターがこちらでになってます。でもそこからもうほとんどデザインは変えてなくって、で震災の時に少し壁が落ちたりしたんで、そこをちょっと修繕したのと、ここがガラスのネタケースがあったんですね。でそれを少し今回取っ払って、御影石にしたのぐらいで、ほとんど初代のおじいちゃんの時から形は変わってない。結婚を機に小松に移住してきたんです。で最初は主人が大将として板場に立ってまして、そのサポートで若女将で私は働いていたんですけれども、主人が病気で早死にしまして、でお店の継続をどうしていくかというところで、自分自身がしばらくお店を休業して修行に出させていただいて、板前になってカウンターに立たせていただいてます。板前をしとった経験ってあるんですか？全くないですね。主人の手元を手伝ったりとかはありましたけれども、実際包丁を持ったりとか魚をさばいたりっていう経験は全くありませんでした。どうやって学んでいかれたんですか？一番最初は紹介していただいた金沢の寿司屋の大将に相談させていただいて、そのお店の大将がすぐにでも勉強していこうというふうに言ってくださって、でそこから店舗に入れさせていただいて、一から学ばせてもらいました。でそれに並行して寿司専門学校っていうのがあるんですけれども、2ヶ月の集中コースに単身で東京に出て通わせてもらって、そこでも技術を学ばせていただきました。お店を再開したのが去年の8月なので、もうすぐ1年になるところです。もともと家族経営のお店でしたので、お店を継続していくっていうことを考えた時に、まだ子供が小学校4年生で主人亡くなった時にまだ小学校1年生で小さかったので、この子がもし将来お店を継ぎたいって思った時に、もうお店がないっていうのはとてもこの子にとってはすごくかわいそうなことですし、なんとか将来の選択ができる頃まではお店を継続していきたいっていうのが一番最初のきっかけです。雰囲気似てるので、本当のお母さんだと思ったってよく言われるんですけど、主人の母で、なので今は母と私と息子と3人で生活してます。甘エビです。ヤリイカで。先々代の時はやっぱり黒塗りの車が夜な夜なずっと並んでね、前にずらっと並んでたりとか、いろんな話を伺いますけど、できればね、なんか肩肘張らずに美味しいものをちょっと食べに来るぞっていうような、なんかちょっとワクワク感はあるお店でありたいなとは思ってます。
器に入っているものからアロエとさつまいもを使いました抹茶和えで小豆バイ貝のうま煮合鴨のローストでございますね。粒マスタードを乗せております。取れた。次はしめ鯖ですね。マグロでございます。桜マスです。カマスの炙りです。中トロです。巻物を出さずに最後のお寿司の締めとして変わり寿司出してるんですけれども、富山のホタルイカ使った天ぷらのお寿司を出させてもらいますね。はい、すみません、お願いします。いや素敵なお店ですね。そうですか、ありがとうございます。お湯かと思って。それがもともと前田家の3代目のお殿様、お茶だったりとか、あとまた能もそうですよね。そういったものがすごく盛んなカントリーですね。そうですね。はい、近くにあるので。奥は座敷っていうか。お座敷ですね。はい。失礼します。これ素敵。合鴨のロースト、粒マスタードを乗せております。はい。最後マイクロトマトというちっちゃいトマトを乗せますね。はい。カマスの焼き物を食べられたいって言ってたんで、酒盗焼きをしようかなと思いました。酒盗って言ってカツオの内臓を塩辛にした塩蔵したものですね。はい、もう塩してない状態なんで、酒盗の塩味でお召し上がりいただこうみたいな形でやらさせてもらってます。
ばいろんなお寿司屋さんだったりとか和食だったりおすすめでお任せしますよ。で、はい、じゃあ5巻ぐらい少しそうですねやってもらえますかね。セロリだともうこう。宮山錦。うん。見比べで。全部でます。はい、はい、失礼します。アジ。もう味。魚の匂いがするらしいです。だから美味しね、ちょっとね脂身まあまあも噛んでるぐらいの、うんはい、いいところで、はい。他ではないかもしれんけどね。蒸し焼きにして香りと水分を閉じ込めて、で最後ちょっと香ばしく万願寺唐辛子、万願寺唐辛子っていう甘長唐辛子、京野菜です。万願寺唐辛子。あ、あそこで穴子天ぷら寿司。もういただいて。あ、そのまま、はい、崩しながら。出汁かけるんじゃなくてねはい、もうお塩とライムが。わかりました。はい。いろんなところから皆さんいらしていただいて、こう小松の文化みたいなお話もおかみとしての目線からもやっぱり話したいし、板前として美味しいものも食べてもらいたいしって、なんかこういろんな思いがなんかこう入ってしまって、結果手が遅くなるみたいな。最高に嬉しかったですよ。普通ですと旦那が亡くなったんやから子供連れて帰りますって言われても何にも言えないんですけども、でも私と一緒にこの後を継ぎますって言ってくれて最高ですよ。ねえ、本当に私の命です、あの子は。どれがいいか、時代のニーズに合わせてね、我々の時代とまた今の時代と違いますさかいに、あの人の考え通りにやっていった方がいいと思っておりましたし、絶対やってくれると思ってましたから安心しております。一番はやっぱり美味しかったで楽しかったって言って言っていただけるのが何よりもの励みですし、きっちりと美味しいって言っていただけるようなところを目指して、はい、やっていけたらなと思ってます。お待ちします。
今日は、タイとバイ貝、マグロ、中トロ、サワラと、あとアジ、赤イカ、マエビ、あとは中トロを叩いたものも、はい、入ってます。あ、うまい。すいません。ああ、もうちょっと着物着とればよかったね。